それでね、この前はりんりんちゃんと一緒に街に行ったの。ご主人様も一緒に来ればよかったのに。私たちいっぱい探したんだよ。市で食べたおまんじゅうがとっても美味しかったの。お店は覚えてるから一緒に行こう、今度。一人で食べたって美味しくないの？今度みんなで一緒に行こう。ご主人様はこういう押し付けがましい女の子は苦手？だって困った顔した。本当？じゃあ大胆な女の子の方が好き？誰でもいいの？そういう答えはちょっと嫌。じゃあ年上と年下はどっちが好き？そうなんだ。じゃあ食べ物は何が好き？世間話。ご主人様とこういうお話はあまりしたことがなかったなーって。でしょでしょ？ラーメンは作ったことないよ。じゃあ料理ができる子とできない子だったらどっちが好き？即答だった。そういうものなんだ。勉強にじゃなくて普通男の子はそういうものだよね。わかるわかる。練習しよっと。あとなんだっけ。あ、そうだ。女の子の髪型とか服とかにこだわりってある？言ってないよ。なんとなくお話の流れで。それだけじゃダメ。可
わいいって言ってくれておいて、意地悪。何をイチャイチャとしているのです、お二人は。これは、意外なところでお見かけしました。ご主人様はケイラ、トーカ様はセイムではありませんでしたか？記憶違いでしょうか？私もすぐやるね。さよなら。まったく、トーカ様ののんびりとしたお心根だけは変わりようがないようです。トーカ様が仕事を残していることくらい察しがつくでしょ。たしなめていただくくらいでなければ困ります。執務室と外は逆方向です。謝っていただくほどのことでは。はっ。お待ちください、ご主人様。お一人でケイラに行かれるおつもりですか？うかつでした。ご主人様は今や国の頂点に立つお方です。万が一のことが起きないとも限りません。私も同行いたします。では参りましょう。そうでしょうか。よしてください、そのようなご冗談。怒らせるからです。まだまだ気を緩めていい状況ではないことくらいご承知でしょう。天下太平の大願に向け、我らは一歩を踏み出したに過ぎません。今こそ心身を引き締め。トーカ様のようなことをおっしゃる。理屈ではわかります。ご主人様やトーカ様がそうした切り替えをできていないと申し上げる気もありませんが。性分なのでしょうね。私はそのように器用にはできておりませんので。私は甘いからこそ、こうして厳しく己を律しなければならぬのです。
私が目にしている安寧など世のほんの一部。この腐りきった世から目をそらすことにしか過ぎぬと感じてしまいます。では、ご主人様は今の世が正しきあり方であると？野には賊が横行し、間には賄賂が飛び交い、民はなけなしの財を狐や狼にむしり取られるばかり。人が人として生きることを許されない。これがまっとうな世とおっしゃるのですか？失礼、興奮しました。そのような言われ方は恐縮するだけです。私の志は当家様にいただいたものなのですから。かつての私は一人の武将。世を憂い、憤りのままに刀を振るうばかり。世を変えるなどとは夢にも思いませんでした。私の分に理由をくださったのは当家様です。当家様に出会う前の私とリンリンは村を巡り、盗賊たちを撃つ程度のことで満足をしていました。まるで救世主にでもなったように。なんと矮小であることか。思い返せば顔が熱くなります。私は私の器の中でしかものを考えず、己の限界を勝手に定めていました。はるかに強大な敵と戦うことなど考えもしなかったのです。すなわち、この大陸に立ち込める巨悪とです。当家様は違った。敵を知り、己を知り、なお戦うことができる方です。あの方は戦っていましたよ。あの細い腕で剣を握り、背に無力の民をかばい、100にも近い盗賊の前に立ちはだかっていました。私の目に、あの方は大きく、眩しく見えたものです。あの方には、際立った武も才もありません。しかし、不器用なまでの優しさがあります。あの方との出会いが、私に理由をくれました。盗賊たちを追い払った後、あの方は私とリンリンに言ったのですよ。そんなに強いお二人は、もっとたくさんの人を救えると思います、と。ありがとうを期待した私は、面食らいました。胸に風が吹き込むのを感じましたよ。あの方が、私の分に理由をくれた。私たちの居場所を見つけることができたのです。私の？無論です。桃園での誓い、
守ってもらわなければ困りますよ。ねえ、期待を裏切らないように願いたいものです。ご主人様。あなたは少し、灯花様に似ていらっしゃる。同行いたしましょう。放っておいて、喉でも詰められても困りますからね。ただし、引き締めるときはちゃんと引き締めていただきますよ。さあ、行きましょう。甘いものは久しぶりです。期待などしているものですか？失礼な。やはり、ご主人様はどこか灯花様に似ている。